私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回の話題は、願望実現を果たしたにもかかわらず、その後、なぜか幸せを感じられないケースに焦点を当てます。一般的には、自分の願望が叶えば、その後は幸せに生きることができそうですが、実際にはそう感じない人も少なくありません。このトークでは、なぜ、そのような状況が生じるのか、その原因を探求したいと思います。この世界には、多種多様な人々がおり、様々な価値観、考え方、生き方が存在します。そうした多様性の中でも、ほぼすべての人々が共通して持つ願いがあります。それは、幸せに生きることです。しかし、一人一人にとっての幸せとは何か、その定義は異なるでしょう。例えば、ある人にとっては田舎での自給自足の生活が幸せかもしれませんし、別の人には大都会での刺激的な生活が幸せと感じられるかもしれません。自分にとっての幸せは人それぞれですが、それぞれが望む幸せを手に入れたいという思いは、共通しているのではないでしょうか。多くの人は、幸せを手に入れるためには、自分の願望を叶えることが重要だと考えがちです。そのため、私たちは願望が叶うように、様々な行動をして努力を重ね、目指すものを手に入れようとします。確かに、多くの人が願望を実現させ、充実感を得ることができるでしょう。しかし、実際には、願望実現による充実感や満足感は一時的なものであり、時間が経つとその喜びは薄れ、幸福感や心の安らぎを感じにくくなることも少なくありません。ある目標を達成すれば幸せになれると信じ、努力をしても、目標達成後の喜びは一瞬で、その後は何かに追い立てられるような感覚に陥ることも珍しくないのです。このような経験は、思っている以上に多くの人がしているようです。自分が望むものを手に入れたにもかかわらず、幸福感を感じられない理由は何でしょうか。それは、多くの場合、自分が本心から望むことをしていないためだと思われます。表面的には望んでいたとしても、実際には心の底から望んでいなかったということです。では、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。現代人は多忙であり、自分自身の心と向き合い、自分自身のことを深く知る機会が少ないからではないでしょうか。自分にとって本当の幸せとは何か、どうしたらそれを手に入れられるのか、深く考えることがないのです。常に忙しく生活していると、自分自身と向き合う時間もなく、本当に望んでいることを知る機会がないのも当然です。たとえ時間があっても、日々の疲れでそうしたことを考える余裕がないのでしょう。同時に、社会や周囲の人々、親や友人など、周りの影響を受けやすいことも原因の一つです。日本人は、皆がやっていることを自分もやりたいという傾向が強いです。また、社会的に望ましいとされることを、自分も望んでいると勘違いすることも多いのです。例えば、結婚や特定の職業について、周囲の期待により自分もそれが望ましいと思い込んでしまうことがあります。しかし、実際には、それらを実現しても、長続きする幸せは感じられないことも少なくありません。その理由は、それを心の底から望んでいなかったからだと思われます。結婚や職業選択において、それが本当に自分の願望ではなかったために、最終的には満足感を得られなかったと言えるでしょう。
勘違いしていた願望と本当の願望の違いは何でしょうか。その本質的な違いは、自分らしさを大切にしているかどうかにあります。結婚したいという願望がある場合、婚活をして適齢期に結婚できれば、一見、願望が叶い、幸せになったと思われるでしょう。しかし、もし結婚生活において自分の気持ちを抑えて我慢するばかりであれば、その結婚は幸せというよりも、辛いものになってしまいます。自分が望んでいた結婚している状態であっても、幸福感を得ることは難しいのです。この場合、自分らしさを尊重できず、無理に結婚生活を続けているからです。希望の資格を取得して希望の職業に就けた場合も、幸せになれると期待するでしょう。しかし、その職業で働く上で自分らしさを犠牲にしなければならない場合、どんなに自分が望んだ仕事であっても幸せに離れません。どちらのケースも、社会的には望ましいとされるかもしれませんが、自分自身を大切にした選択ではありません。自分の本当の気持ちを知らずに、周囲の評価や期待に影響されてしまうことで、このような状況に陥ってしまうのです。今回は、願望実現を果たしたにもかかわらず、幸福感を得ることができない理由についてお話ししました。その主な理由は、自分が願っていたと思われたことが、実際には心の底から望んでいたことではなかったからです。この勘違いがなぜ起きるのかというと、忙しい日常の中で、自分自身と向き合う時間がなく、自分にとっての本当の幸せとは何か、どうすればそれを手に入れられるのかを、深く考えることがなかったからです。また、社会や周囲の人々、親のこれが幸福への道という考え方に影響を受け、自分もそれを望んでいると錯覚してしまうこともあります。自分らしさを尊重することが、立派な行為や立派な業績とはかけ離れていても、自分の感情や自分らしさを大切にすることが、真の幸せを手に入れるためには不可欠です。そうすることで、自分自身の心を真に満たし、満足感、充足感、幸福感を得られるようになるからです。結局のところ、社会や他人の意向に従うのではなく、自分自身の心とじっくりと向き合い、自分の感情や自分らしさを大切にする方向に進むことが、真の幸福感を手に入れるための第一歩だと言えるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。